Hello， 大家，亲吻要在搜查后第4集，经过了一次又一次的英雄救美，烟叶算是一步一步走进了多古井大叔的内心里去了。而就在上一集的结尾，多古井居然靠着烟叶的脸越贴越近，疑似要亲吻他。我们赶快来看看究竟会不会发生这惊天地泣鬼神的一幕。哎呦，这2个人的眼神哦！哎，还是得去应门啊！はい。ありがとうございます。可惜，惊慌失措。莲也心满意足的嘞，他知道自己的机会越来越近了。おはようございます。你在这里等他？随分とおとなしいんですね。昨日はあんなに積極的だったのに。还提？自分からキス。どうすんだよ。那就接受嘛，干嘛反抗？見ましたよ。え？ついに一緒に来るようになったんですね。同じところに住んでるんだから、そりゃそういうこともあるだろ。そういうことにしといてあげますよ。は？无论你何时转身，我都盯着你。今日も来てるぞ。こんにちは。ああ、ひかりちゃん。パパがいなくて辛いだろうな。ほぼ毎日タコイを訪ねてきてるよ。哦，你真的是哦，到现在还在吃小孩的翅。犯罪者ですよ。哦，不是，他在想别的事情。学校は？行こうと思ってたけど行けなかった。そうなんだ。たこいさん。俺そんなにかっこいいか？对呀、你在他眼中多么的帅气潇洒，甚至连我不去学校都理解，没有责怪我。パパはいつ釈放されるの？もうすぐ帰ってくるよ。もうちょっと待ってよな。ありがとう。我觉得他爸爸的案情应该不是很乐观，到时候多古井是不是要在小孩面前信用破产了？今日飲み行こうぜ。分かったよ。いや助かる。なんで？いや今日俺早く帰りたくないんだよ。それ妻子持ちのセリフだよ。因为家里有一个老婆在等他，他在躲他。なんで？おお、塩野珍しいな一人。来喝酒却被老婆逮个正着。ahoいと飲んでもつまらんが。おい一緒に飲むか。いいですか？嬉しいな。俺今日実家帰らねえといけないんだった。確かご実家すごく遠かったですよね。这个笑，贼贼的得逞了。一緒に飯を食ったことはない。それ以上のことは知ってますけどね。ただ隣に住んでるってだけで何もない。哎呦，很大胆哦，妍叶。そうなんかい。おお、久しぶりっす。久しぶり。ヒロさん。ヤスだよ。只剩你们2个独处。ああ、哇，整只手上去了。本当は2人が良かったのにな。老板在吧台后有没有目睹一切？啊，害ひかりちゃん羞。にはあんなに優しくするのに。バカ。ひかりちゃんはそもそもお前が。ああ、ひかりちゃんな。タコイんとこ来るのもパパに会えなくて寂しいからだもんな。でも無理に期待持たせるのもどうなんですかね。ひかりちゃんの父親、新たに詐欺の容疑が出て取り調べの最中です。哦，他爸爸也是个人渣哎。しかしやっとな。やっとあの子笑うようになったんだよ。それだけ元気になったんだよ。それで責任取れますか？希望を持たせるだけ持たせて責任取れるんですか？じゃあお前は取ったのかよ。子供の目の前で
父親を犯罪者呼ばわりして傷つけた責任だよ。没错，我也觉得演也太冷酷了啦，讲的这么义正言辞，那谁来负责安抚小女孩？这小女孩一直旷课怎么办？それで裏切られる気持ちわかりますか？哦，这也是在质问多古金有没有回应他的感情。おう高い割り勘だで。赶快回去付账啊！塩野と。ああ結城の取り調べ生活安全課に応援頼んだんだ。そしたら塩野が立候補したって。お願いね。其实我觉得岩野他听进了多古井的一些话了，可能他有想要用自己的方式去处理这个案6子。日の14時頃掛川さんの自宅付近であなたの姿が目撃されています。犯行現場を物色してたんじゃないですか。17日の15時、この日は仕事が休みだったと聞いていますが、何をしていましたか？ひかりちゃんのためにもちゃんと思い出せ。覚えてないって言えば後々不利になることだってあんだから。嘘をついたら大変なことになりますからね。这两个人搭配讯问倒是搭配的相得益彰哦，一冷一热的，一个诉诸理性，一个诉诸感性，双管齐下。ちょっと失礼。タコいいか？防犯カメラに。向かいの家の防犯カメラに映ってたよ。哎，多古井无力回天，还想等他自己承认，气死了！给过你机会。小光还在这里等ひか，りちゃん不会被他看到爸爸押走的一幕吧？ごめん。嘘つき。パパすぐ帰ってくるって言ったのに。だから言ったじゃないですか。哎，你不要在这时候跑他高井さんの补枪了。優しさがひかりちゃんを傷つけたんです。期待なんてさせてかえって傷つけたんじゃない。子供の前で見境なく感情的になるのも希望ですか？你才是不要当着人家小孩的面跟他吵架了，明明是你先挑起的。哦，タコイさんをいじめるな。ちょっと待って。哦，什么东西掉了？不要得罪小孩，后果很可怕的。結城さん。嫌いって言ってごめんね。小光也是个い懂つもこの子事的孩子。はここでお世話になってたみたいですいませんでした。離婚することにしたんです私。この子連れて実家に帰ろうかなって。今日はそのご挨拶に。啊，そんな暗い顔しないでくださいよ。私もすっきりしたんですから。この子にこれ以上悲しい思いさせたくないし。是啊，多古井你已经做得很棒了，整件事情不是你的责任，其实。今朝塩野さん来ました。え？小光还在闹别これ扭。届けにわざわざ？お二人に謝りたくて、ひかりちゃんの目の前で犯罪者だなんてひどいことを言って。本当のことだし。悪いのあの人なんで。同じなんだ、ひかりちゃんと。大事な人に期待して寂しくなって、だからついあんなことを。僕もタコイさんのことが好きなのにひかりちゃんばっかり守るんだもん。羨ましいなって。妈妈绝对不敢相信，这居然是实话，居然真的是那种喜欢。ありがとうタコイさん。こちらこそ。是啊，多古井，你的善良不会没有回报的。これ塩野に。哎呀，居然是花花，在小光眼里，你是个有少女心的帅哥。何やってんだよ。頭じゃなくて行動しかないだろタコイ平介は。謝んのか礼を言うのか。你现在是不知道怎么面对音乐，是不是？そうだ、タコイちゃん。俺いる？せっかくもらったけど俺行かねえからさ。又跟他去约会了。大将ごめん。哦，料理やっぱキャンセルで。お会計次につけといて。你已经不知道赊账多少次了。食い逃げじゃねえかって。哎呦，竟然是行动派的，直接约他出去。塩野、ありがとう。ひかりちゃんのこと。水族館行かね。
还有这种好事？这集看完了，心暖暖的呀，感觉每一个人都是好人的，每一个人都在坚持自己对的事，用自己认为对的方式去处理人的问题。但是呢，偏偏这群好人到头来好像互相伤害。其实真正做错的不是他们啊，真正做错的就只有那个小光的爸爸。可是怎么到头来，所有的责任、所有的负担都落到了他身边那群无辜的人身上呢？包括他的妻小，还有处理这件事情的警察。多古井是个善良的人，他对待市民、对待小孩，就是用那一颗赤诚的心跟他们拉近距离。然而，谁知道面对严肃的刑案，一味的用温柔的方式对待小孩，确实到最后让小光受伤了，让他最后对他失望。而岩野理智上就是觉得事情应该要公事公办，不仅仅是因为事情本应如此，更是因为如果一开始给人了不切实际的希望，后面失望破灭反而是更大的伤害。一个感性到有点不计后果，一个理性到又有点不近人情，两个可能都有彼此不够好的地方吧。不过幸好他们都不是不能沟通的人，最后彼此的建议他们也都有听进去哈。就像岩野最后还去了小光家，跟小光的妈妈还有小光道歉，大概也是受多古井的影响吧。他们两个虽然都有各自不够完美的地方，但是合体起来却是超级棒的一个搭档啊！两个人一冷一热，他们在询问小光爸爸的时候那个样子，哇，简直搭配的太完美了，就是这么的互补，就是这么的绝配。而他们这段时间的努力也不是毫无收获呀。小光的妈妈从我们第一集看到的，只会带着小孩进警局闹，只会把错怪给警察，到现在决定为了小孩负起责任，勇敢的离婚，勇敢的带着小孩回娘家，勇敢的开启新生活。小光也学会了不应该把自己的情绪撒在无辜的多古井身上啊！明明多古井是他的好朋友，不是吗？怎么可以这样欺负他？自己大概也知道自己虽然还在生他的气，但是看到多古井被欺负，还是想替他报仇。虽然小光母女未来不知道会过得怎么样，但是可以知道的是，多古井和岩野这段时间以来坚持自己心中认为对的事情，确实对他们产生了好的影响了。而透过这次的事情，多古井似乎也更明白了岩野待在自己身边等着等着究竟有多寂寞。岩野好像也明白了多古井到底为什么如此的四处留情哈，他也明白了他所心仪的这位年上大叔这种对所有人的温柔究竟发挥了什么样的价值。中间虽然一波三折，但好在结果都是好的。两位绝配的搭档，接下来的刑警之路也还会继续往前走，之后就再继续看看两位还会经历什么样的冒险故事。我们下次见，拜拜。